ちは、ハゼ水槽池です。今回は銀河ハゼ、貴重で可愛い銀河ハゼの映像を見ながら銀河ハゼ飼育をおすすめする理由を説明していきますので、最後までご覧ください。銀河ハゼとは広く西太平洋、日本にも生息し、アクアリウムやダイビングでもおなじみ。全身黄色い体に蛍光色の青いドット柄が印象的なハゼの一種。サイズは3センチから最大10センチ程度。共生ハゼとして代表的な存在ともなっていて、鉄砲エビと生活する姿は多くの水族館でも楽しめることができます。英名で代表的に使用されるイエローウォッチマンゴビーは黄色い警備員のハゼの意味。まさに黄色い体で共生ハゼの役割を表した名前。ちなみに日本名の銀河ハゼはハゼのご研究をされている天皇上皇昭仁様が皇后美智子様のアドバイスをもとに命名をされており、この映像を見る通り青い蛍光色がまさに銀河。うちの子たちも黄色からグレーっぽくはなっていますが、実際黒い個体に輝く蛍光ブルーのドット柄を見て銀河の星空を想像されたのでしょう。本当に素敵な和名です。これだけでも銀河ハゼは魅力いっぱいに感じられたと思いますが、今回はアクアリウムにおいて銀河ハゼがおすすめな理由を2つ。特に初心者にはおすすめなので引き続きお楽しみください。アクアリウムで銀河ハゼがおすすめな理由1つ目は飼育のしやすさ。これはいくつか複合的なのですが、病気耐性などの丈夫さ、生態の強さ、餌付けのしやすさなど。海水魚ハゼ全体に丈夫で病気にも強いのが有名です。もちろん全く病気にならないわけではありません。病気にもなるし怪我もしますが、いろいろな対策をしている間も強く持ちこたえてくれます。また強く生きるために重要な餌、特に飼育当初は餌付けに苦労する魚たくさんいますが、銀河ハゼに関してはアクアリウムの一般的な餌であればある程度何でも食べてくれる印象で大変助かります。最初こそ臆病で巣穴に逃げ込みますが、餌を落としていけば比較的簡単に餌には慣れてくれます。気がつけば餌を持って水槽に近づくだけで水面まで餌待ちダンスもしてくれます。調子悪いなと思ったら栄養ある餌でじっくり改善していく。その期間もしっかり持ちこたえてくれる丈夫な銀河ハゼはアクアリストとして成長する初心者の時期にはぴったりな一匹となるのではないでしょうか。おすすめする理由2つ目としては、やっぱり共生ハゼとしての鑑賞の楽しさ。改めて共生ハゼとは一部のハゼと鉄砲エビがお互いに助け合って生活をする関係で、主に目が見えづらいと言われる鉄砲エビの代わりにハゼは巣の周りをしっかり監視します。鉄砲エビは巣作りに専念。またハゼが餌を巣に運んできたり、鉄砲エビがハゼの体をクリーニングする姿も確認されています。よく見てみると鉄砲エビが巣作りの作業をしている間、鉄砲エビの長い触覚がハゼの体に常に触れています。監視をしているハゼは他の魚が来た時の危機を感じた時、体をブルッと震わせたりしていち早く鉄砲エビに危険を知らせます。この2匹の関係、豪快に時には繊細に巣作りをする鉄砲エビの姿、それを一生懸命に守る銀河ハゼの姿はしばらく見ていても飽きません。毎回水族館で見かけても巣作りの続きが気になってなかなか離れられずにいます。これが自宅の水槽で見られるなんて魅力的なほかありません。私自身アクアリウムを始める直前に
水族館で見事にこの魅力にはまり、共生ハゼを飼いたいと思いアクアリウムを始めました。優雅に水中を泳ぐ魚とは違い、基本的に水槽の底でじーっと監視をしている銀河ハゼですが、こういう特殊な行動をする銀河ハゼ、じっくり観察すること、いろんな発見にもつながりますし、ぜひ初心者の方にはおすすめしたいです。おすすめする以上は注意点も説明しておかないといけませんので、数年飼育して感じたことを説明していきます。基本的におすすめした通り、銀河ハゼ自体は丈夫で飼育上で困ったことはありません。たまに巣の岩に突っ込んだのか顔に傷ができて心配したこともありましたが、自然ときれいに治りました。困ったのは周りとの関係、混泳についてです。まず銀河ハゼを2匹以上入れる場合は本当に注意。うちの水槽のようにペアで飼いたい場合は初めからペアで買ってきた方がいいです。銀河ハゼを別々に水槽に入れて喧嘩が始まった場合は、お互いに口を最大限に広げ威嚇攻撃が常に繰り広げられます。これは SNS 等で何度も目にしていますので大変注意が必要です。また他の魚でも気にしなくてはいけないことなのですが、成長した後の姿を意識してほしいです。特にこの銀河ハゼにおいては可愛い幼魚の姿から一気に成長し大型化します。困るのが縄張りの広がり。感覚的な話にもなりますが、最初はライブロック1個分程度の縄張りの範囲だったのが 1,2 年でちょっとずつ周りの魚を追っかけ出し、3年を過ぎたあたりから60センチ程度の範囲、水槽のほぼ全域を縄張りにしている状態でした。死ぬまで攻撃するようなことはなかったんですが、逃げている方の魚がストレスを感じているようだったので、まさに今のこの夫婦が結果的に隔離をされ、新しい水槽を立ち上げ単独飼育をしている状態です。同じ水槽内で銀河ハゼしか飼えませんってほどではないのですが、実際私もこの後銀河ハゼ水槽に何かしら追加もする予定です。ただし今後いろいろな種類を飼いたいって思うのであれば注意が必要です。銀河ハゼはアクアリウムショップでよく目にするし、最初は本当に可愛く見えて共生ハゼという興味も湧き立てます。ショップの店員さんもおすすめをしてきますので、注意点はしっかり押さえておきたいですね。でも銀河ハゼだけでいいですって思っていただければ、ぜひ思い切ってできればペアを探してテッポウエビも一緒にこの共生ハゼ、銀河ハゼの素晴らしさを味わってください。どうでしたか？銀河ハゼ。銀河ハゼの可愛さ、共生ハゼとしての面白さに惹かれて、私自身も飼育をして、一時期は注意点で挙げた通り縄張り意識で苦労し、飼育する中で名前の通りまるで銀河のような体の模様の美しさに魅了され、今では専用水槽まで立ち上げてしまいました。見事にハマっています。銀河ハゼはショップでも比較的簡単に見つけられるし、値段も安いので手が出しやすく、 SNS でもよくよく出てきます。水族館でもよく見かけるので、いろんなところで話題になったり情報交換もしやすいです。ぜひ機会があれば銀河ハゼ注目してみてください。それでは今回の動画についての評価、いいね、コメントをよろしくお願いいたします。ぜひアクアリウムの素晴らしさ、楽しさを一緒に広げていきましょう。それではまたね。